こんにちは、アンナスです。今日は、草花と動物の可愛い刺繍っていう私の本の中から、白ヤギの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、今日はアンナスの草花と動物の可愛い刺繍の本の中のこの白ヤギ黒ヤギの白いヤギの方を刺繍していきます。では早速やっていきます。はい、図案を写すところは別の動画でやっているのでそちらをご覧ください。では刺し始めていきます。まずこの1番が手前の耳からなんですね。なので、耳の中にちょっと最初の波縫い入れるの大変なので広い面積でやっていきます。これは玉留めの代わりになります。波縫いを2つ入れて1つ前の穴に刺すとこれで絡まっているので出ているところはハサミで切ります。これで大丈夫です。でこの手前の耳からやる理由は、先に顔とかを刺繍してしまうとこの耳のサイズを開けて刺繍するのがちょっと大変になってくるというか形が取りづらくなるんでやっぱり全部見えているものは最初に形を作った方が楽です。綺麗に形が取りやすいです。まず1本基準を入れます。ちょっと斜めですね。でサテンステッチで埋めていきます。少し斜めにずらしていきながら面を埋めていきます。でちょっと最後耳の先尖らせたいので、先にもう頂点を作ってしまって戻りながらっていうか、逆方向で埋めます。こうすると頂点が作りやすいです。こんな感じで、反対側も埋めていきます。で耳が出来上がったら今度は顔ですね。で同じ色なんで続きでやります。顔はなんか馬とかいろいろこういう動物やる時って私いつもここからやり始めるのが癖なんですけど、どこからでも大丈夫です。基準を入れてもう鼻先を先に埋めていきます。ちょっとこうバランス取りづらい時とかは少し先に刺しておいてから戻って埋めても大丈夫です。あと白は色がのりにくいんですね。特に今日は下地の布の色が黄色なのであんまり薄く刺していると黄色が透けてちょっと白が綺麗に出ないのでなのでたくさん刺してください。もうもりもりに刺すといいですね。で鼻先が全部埋まったらここから、また埋めていくんですけどちょっと微妙なサイズですね。ここの頭の上からこの首のところまで一気に刺すとちょっと長い気がするので、ロング&ショートステッチに変えていきます。ロング&ショートステッチは重なる予定のところが長かったり短かったりジグザグになっているとそれでこういう感じで重なってカモフラージュされるので、まずジグザグに埋めていきます。で厳密に長い短いしなくても短いとかになっても大丈夫です。でこのおでこのあたりはちゃんと線の通りに刺してください。で重なる予定のところがジグザグになる。でもうここの後はサテンステッチでいけそうだなっていう幅になればサテンステッチで埋めます。
だいたい1センチぐらいですね。1センチを基準に、1センチ以内だったらサテンステッチ、1センチ以上だったらロング&ショートステッチに途中から変えるっていう風にしてます。で、今下の部分がちょっとスカスカなので、今度2段目を埋めます。で、2段目を埋めるときは、この延長線上、最初に刺したステッチがこの向きだったら同じ向きに刺します。でないとちょっと斜めになってたりするともうすごく見栄えが悪くなりますね。ガタガタに見えるので、向きはもう絶対きちっと揃える。なんか5度でも10度でも結構角度がちょっとでも違うと結構気になるんですよね。でこうやって刺し埋めると、特に白の場合は今刺したところが隙間ができてますね。こういう感じで、そういうのも後からでいいので埋めていきます。これはしょうがないです。こういうものなので。どんどん上から埋めるんで、かなり厚みは出るんですけど、もう厚みが出ても色がしっかり乗る方が綺麗に見えるので、結構糸使うんですけども、どんどん足してください。だから最初に埋めた、刺繍糸がスカスカだったりすると本当に隙間がめちゃくちゃできるので、後から埋めなきゃいけなくなりますね。まあでもどんどん埋めれば後からでも大丈夫なので、しっかり埋めてください。だからここがねちょっと溝になっているといいんですよね。だから向きが、顔の向きと耳の向きがちょっと近い人はちょっと気をつけた方がいいです。一体化してしまうんで、耳が結構縦向きになりすぎた方はちょっと顔を斜めで始めるとか、ちょっと調整するといいですね。こんなもんかな。結構ね上から目を入れなきゃいけないので、しっかり刺しておかないとまた目を刺した時にこう隙間ができますね。でこれが終わったら今度もう白ばっかりなんですけど、奥の耳を埋めていきます。これも最初の手前の耳と同じで、ちょっと斜めに入れておいてから半分ずつ埋めます。で、まず顔ができたので裏に絡めます。裏の糸を2回ぐちゃぐちゃっとすくうと、これで絡まって止まっているので出ているところを切ります。で今白を持っているからといって白の部分ばっかりやってしまうと、この首輪のサイズが綺麗に出てこない、このラインが綺麗に出ないので、次は首輪をやります。一つパーツを作ったら隣って差し広げる方が仕上がりが綺麗ですね。で首輪はグレーなんでグレーの2本取りです。はい、では新しい糸を出したら、最初は並縫いしたんですけど2回目以降は最後みたいに裏に絡めるとこれで止まっているので続きをします。で首輪も真横で刺しても別にダメではないんですけど、斜めの方がステッチが艶が綺麗に出るのとちょっとやりやすい、真横に刺すよりもちょっとやりやすいので少し斜めに向きを変えます。要はこの四角いサイズが埋まればステッチの向きはどうなってても大丈夫なので、髪の毛とかねそういうものに関してはちょっと流れを気にしたりはする時あるんですけど、ここは四角いパーツが刺さってればいいので、向きが逆の斜めになっても大丈夫です。これで最後まで、最後の方はやっぱちょっとちっちゃいステッチになるのはしょうがないんですけど、ここはやっぱちっちゃいステッチちゃんと入れておかないと四角くならないんで、これで出来上がりで
また2回裏に絡めて、で次はなんか鈴みたいなのがついてるんですけど、それをやります。これはもう小さい丸ですね。真ん中に基準を入れて上と下と半分ずつ埋めます。で裏に絡めて、ではまた続きをするので裏に絡めて、で次は体なんですけど、体を刺繍するときはさっき顔の流れがこの向きでしたね。なのでこの延長線上に刺していった方がいいんです。だから本にはもうちょっと斜めに描いてたかもしれないですけど、今自分の顔の向きの流れがどうなっているかっていう方が大事で、自分のこの向き流れを、今こうだからこれぐらいですかね。これなんでかっていうと、首輪が入ったから一回頭の中でリセットされてるかもしれないですけど、ヤギ、これで一つのヤギなんで、一つの塊なんですよね。だから毛の流れが首輪によってなんか顔のこの斜めとなんか急に例えば横とかになると分断されるわけがないじゃないですか。実際の動物に首輪つけると急に首輪より下の毛の流れが変わるってことはないので、なので、同じにしなきゃいけないんですね。だから今ちょっとサテンステッチでいけそうだったのでサテンステッチでいきますけど、このお尻側の方を刺すときは途中でロング&ショートに変えてください。でちょっと今まず前足の方を刺していこうと思うんですけど、ここもちょっと長いかなって思うところはロング&ショートで刺してもいいと思います。その切り替えの見極めがなかなか難しいと思うんですけど、あと足が細いので足を細く刺すの結構大変だと思うんで、ちょっと足のところも説明します。だいたいこんな感じで刺せたら、足はもうこの延長線上で斜めに刺していくんですけど、少し先にガイド線を入れておきます。こうすると横横にずっと隣に刺していくとだんだん細くなっていったりとか、向きがもっと斜めとかもっと横に戻っちゃったりするかもしれないので、この向きと幅を保つために少し先にガイド線を入れておけば、この隙間だったらなんとか綺麗に刺せますよね。でも果てしなくずっと向こうまでってなると、気がつくといつの間にかいろいろ幅とかが変わってたりするので、なのでガイド線を入れてから戻って間を埋めるとうまくいきやすいです。でも足は難しいですね。細くて長いものは難しいので、どっちかっていうと線より外側に刺してください。ガリガリに細い方よりかは太っている方が可愛いので、線の外側を刺して、足も多少太くなっても大丈夫ですけど、ものすごい細くなるとちょっと見ていてかわいそうになるから、どっちがいいっていうと太い方がいいですね。でもう先まで、足の先までちっちゃい点々になってしまうんですけど、ここは頑張って埋めてください。で先が埋まったら今度いきなり戻って刺したくなるんですけど、そうすると渡り糸で、裏糸が渡っちゃうんですね。
でハンカチとかだとこんなに糸が渡ってると結構あんまり良くないっていうのと、あと結構表から糸が移ったりすることもあるんで、中をくぐらせます。こうやってくぐらせて移動すれば渡り糸もわからなくなるので、これで渡らせて、で続きを刺していきます。あとは、顔のところで説明したロング&ショートのことを思い出しながら、まず1段目でもう白なんでモリモリにたくさん刺すっていうのを、心がけながら同じ向きで刺していってください。はい、では体が刺繍できたので、今度は奥の足を刺繍します。向きは体が斜めになっているんで、斜めじゃない向きがいいですね。横とか斜めでもちょっと違う角度の斜めとかですね。でここがこう曲がっていて、こっちにもちょっと見えてるので、ここも少し足しておくと、ほんのちょっとでいいんですけど、そうすると奥行きが出ます。この時も向きは揃えてください。すごいちっちゃい点々になってしまうんですけど、揃えると綺麗というか、一つの塊に奥の足だなっていうのがわかるんで、これ向き変えるとおかしくなりますね。でまたさっきみたいに中通してください。一気にいくとここに渡り糸ができるんで、これでこっちもこの後ろ足と足が一体化しないようにステッチの向きを変えます。でまた今度尻尾に行くときは裏を通して尻尾の近くに行って、で尻尾も斜めですね。横横に刺すと頂点が結構大変なことになるんで、斜めにしておくと糸の端が頂点になるので尖りやすいです。こんな感じでヤギが出来上がりました。で中に通して糸を止めて、で次が目ですね。はい、目はだいたいこの辺りで、ちょっと分かんない方はチャコペンとかでピッて描いてもらってもいいんですけど、後でお水で消せるので糸にチャコペンで描いても大丈夫です。で向きなんですが、顔と同じ向きに刺してしまうと埋もれるんですね、糸に。なので向きを必ず変えてもらって、まず1本入れます。ちょっとこれだと目が細すぎるので、もうちょっと足していきます。バランスを見ながら上とか下とかこれぐらいかなっていう目の大きさになるまでどんどん埋めていきます。これぐらいですかね。これで、このヤギはお手紙を持っているので、ちょっとお手紙もせっかくなんで刺繍します。横横ですね。ちょっともう布がロング&ショートをすると結構布がつりやすいので、最初に描いた時はここまっすぐだったんですけど曲がってますね。長方形なので端から順番に横横に刺していきます。これ縦で刺してもいいんですけど、縦だとちょっと
長いので安定しにくいんで横で刺した方が見た目が綺麗ですね。まだただの白い塊なので、この封筒っぽさを出すためにストレートステッチで V みたいな感じで2箇所入れます。で裏に絡めて、であと封印シールも水色で、これはフレンチノットの1回巻きです。2回巻くとちょっと太くなるかなと思うんで、あんまり大きくしない方が、存在感出したい方はでもこれ1回で十分ですね。ちょっと2回は大きすぎますね。ちょっと奥に入ってしまった。はい、ちょっとふわっとさせておいて、刺繍の上に刺繍をするときはちょっとふわっとさせないと中に埋もれますね。はい、これで出来上がりです。あとお水で図案が残っているところは消していきます。チャコペーパー、洗わないと取れないチャコペーパーとかもあるので、私のはお水ちょっとつけるとすぐ消えるんですけど、パッケージの説明書を読んで消していただくといいと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。